皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日は髪の毛の巻き方を紹介していきたいと思います。やる前に私ここにニキビができたと思ったんですよ。なんかでもかゆいなと思ったら顔に刺されたかも、噛まれたかに、それを置いといて今ブローをしてきたところなんですけど、いつも通りにこのミルボンのヘアトリートメントを入れて乾かして、それからこのカール X のグラマラスカールのスタイリング剤をスプレーザーっていっぱいして、また軽く乾かした状態です。今私動画とかだと伝わってないかもしれないんですけど髪の毛の量が本当に結構あって、拭いてもらってるんですけど、それでもすごい多いのでこの状態にしがち、ドライして終わりって感じなんですけど、たまに髪の毛巻いてた時に動画を撮ってて、それで結構質問をいただいて、その巻き方とかを今回はちょっと詳しくやっていきたいなと思います。で、温度設定としては180にしていきます。このカーラーはただの棒でクリップがないんですけど、本当はグローブ付きなんですよ。ただ引っ越した時にグローブがどっか行方不明になっちゃったので、グローブなしでやるんですけど、皆さんはちゃんとグローブ付きでやってください。やけどだけにはすごい注意してください。髪の毛が本当にね多いので、ブロッキングしないと私はできないので、本当耳の上から結構ブロッキングしていきます。だって上だけでこの量ってすごくないまあでクリップで留めます。前回のヘアケア動画で私がタングルティーザー使ってるっていうのを載せたら、タングルティーザーさんからパッケージをいただいて、なんかこんな大きいブラシもあるって知らなくて、これはなんか仕上げ用のヘアブラシでツヤが出るらしいんですけど、わあめっちゃやりやすい。大好きなピンク色。スポンサーではないんですけどね、でもめちゃくちゃ気持ちいいこれ。めっちゃサラサラになるんだけど、わかるかな。はいすぐ違うことやっちゃうんだから。早速巻いていくんですけど、コテを当てる時もこういう風に斜めアングルにして巻いていきます。で、そんなに上まで巻かなくても大丈夫です。下の段なんで。ただ毛先はちゃんと巻いていくようにやっていきます。ほんと5秒ぐらいしたらもう OK で、手の中に落としてあげて、ほぐさないでそのまま後ろに投げていきます。で、この時にあまり大きい束を取らないように注意します。大きい束を取りすぎちゃうと熱が全然通らなくて、もっとずっとジュワーってやらなきゃいけなくなって、より髪の毛にダメージがついちゃいそうなので、私は本当5秒ぐらい経ったらすぐに離すようにしてます。で、こっちは巻けました。で、まだ何もほぐしてない状態です。で、反対側も一緒のようにやっていきます。で、こっちじゃなくてこっち側で斜めに巻いていきます。で、このカーリングローションを使って乾かしたって言ってたんですけど、カーリングローションつけてそのままコテを当てちゃうとジュワーって水分が取られちゃって髪の毛がチリチリになっちゃうので、やっぱり髪の毛が濡れてる時はコテを当てない方がいいので、そこはしっかりと乾かしてから巻いていくように私はしてます。このカールが終わった後もすぐにほぐしちゃうとどういう感じになるかっていうのは見えやすいんですけど、やっぱり髪の毛が多い人だったりとか癖がつきにくい人がすぐにほぐしちゃうと型が取れやすくなっちゃうので、熱を通して
冷めた時が一番肩がつくので、一旦クールダウンさせるためにほぐさずにそのままキープします。はい、両側巻けました。でそしたらそのままほぐさずに上の髪の毛を下ろしていきます。でこれもタングリーティーザーで溶かしていきます。でこの時にどこに分け目を入れるかを決めて、そこで分けていきたいと思います。でも今日真ん中でやっていきたいと思います。でなんとなく分けていったら、また半分に取って、で巻く前にちゃんとブラッシングをしてあげるとすごいツヤが出て綺麗なカールになるので、必ずブラッシングをするように私はしてます。そしたらまた同じように巻いていくんですけど、ちょうどここが耳なんですけど、耳ぐらいのところからコテを当てていきます。これも全部外巻きです。今回は全部外巻きカールになります。で結構髪の毛が長いので先っちょまで巻けないので、最初上だけをやって先を巻いていく感じでやっていきます。でちょっと前になればなるほど耳よりちょっとずつ上に上がっていきます。でもほんの気持ちだけでいいので、前髪とそのちょっとした髪の毛になってます。この巻き方自体も全部私流なんですけど、こう流れてほしいんですよね、髪の毛がセットした後も。なので下ろす時もそっちに向けて下ろしていきます。こう巻いていって、で徐々にこう横に下ろしていきます。そうするとこれが今作ったカールなんですけど、さっき作ったカールにまとまってくれる感じで、日本に来て結構驚いたのが、女の子がみんな髪の毛ほぼ毎日巻いてるのを聞いてすごいびっくりして、みんななんか毎朝すごい朝早くからヘアセットとかしてすごいなって思って、私すっごい面倒くさがり屋なので、もう髪の毛乾かすだけで精一杯なのに、やっぱ自分のためにもね、なんかテンションが上がるんだったらメイクもそうですけど楽しいですよね。あ、暑い最後の束になりました。でこれも同じくでここが結構ペタンコになりやすいので、ちょっとだけここら辺を、その時頭皮に当たらないように気をつけてください。でここでボリュームを出して下ろす。であとは全体的に巻いてない部分があったかどうか確認していきます。意外とね、こういう風にめっちゃまっすぐなやつとか残ってたりとかするから、一旦ちょっとクールダウンするまで待ちます。でその間にこういうダッカールでこうピューっていってちゃんってクリップしていきます。こんな感じ。結構冷めてきたのでスタイリング剤を使っていきたいんですけど、今日はこのプロダクトのヘアワックスとちょっとツヤを出したいので、このアルガンオイルを使っていきます。最初のこのまま型が残っちゃうからびっくりするんだけど、徐々に落ち着いてくるので、ワックスをだいたいこれぐらい手にのせて、アルガンオイルもワンプッシュします。この時に指と指の間にもつくように混ぜていきます。でほぐしていくんですけど、バーってやる感じではなくて、本当に軽く指を通すぐらいほぐした状態がこんな感じになりました。で私は結構特に湿気の多い梅雨の時期とか髪の毛も細いしカールが取れやすいので、この上からさらにヘアスプレーをしていきます。これはトリエのスプレーなんですけど、これは8番です。0から10あるんですけど、結構エアリー感はくれるんだけどセット力は結構強めなので、
ハードスプレーです。空気を入れる感じでスプレーをしたいので、落としながらスプレーしていきます。このボリューム感わかります？違いが。こんな感じで私のいつものラフなカールができましたで、さっき流した前髪もこう S 字になって顔をフレームしてくれるので小顔効果もあるし、単純に顔の形が綺麗に見えますよね。はい、っていう感じで完成しましたずっと外巻きなのですごい簡単なのであんまり説明する部分もなかったと思うんですけど、皆さんの参考になったらすごい嬉しいです今回の詳細も概要欄の方に貼っているので、ぜひチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ